こんにちはレイムです。こんにちはマリサです。ゆっくりしていってね。この動画では品質管理検定試験、QC 検定試験の QC な夏道具に、パレート図、特性要因図、ヒストグラムについて説明します。ここは、品質管理の手法の項目です。最後まで見てね。この動画は、QC な夏道具1、種類、名称、使用の目的の続きです。QC な夏道具のパレート図、特性要因図、ヒストグラムについて説明します。はい、よろしくお願いします。パレート図は、項目別に層別して、出現頻度の大きさの順に並べるとともに、累積和を示した図です。はい、それは先ほど聞きました。パレート図は、改善すべき事項、問題の全体に及ぼす影響の確認や改善による効果の確認などに活用します。品質管理では、重点思考という考え方があります。問題解決に取り組む対象を選ぶときにもこの考え方が適用されています。重点思考は他に動画がありますので、そちらも見てください。データから何が重大か、それが全体のどれくらいの割合を占めているかを知ることが大切です。パレート図は、重要な現象や原因を示してくれる道具です。例えば、不適合品を不適合内容別に分類し、不適合品数の多い順に並べて、パレート図を作ります。青の棒グラフで、歪み、や、傷、ねじれ、の順番で書かれているところですね。この時、データが少なく、影響の小さい項目はまとめて、その他、として、項目の最後に書きます。データが少なく、影響の小さい項目は、その他、として、項目の最後に書きますね。次に、データ数の多い項目から次々に合計して累積数を求めて、全体のデータに対する、累積百分率を計算すると、全不適合に対して、重点的に取り組むべき不適合内容の占める割合がわかります。黒の折れ線グラフで書かれている線ですね。例の、パレート図では、不適合項目である、歪み、と、傷、による不適合品数の合計が全体の約70%を占めています。そうですね。歪み、と、傷、が、不適合品の約70%を占めていますね。そこで、これら2つの不適合を重点的に改善すれば、不適合品の大幅な低減が期待できます。はい、よくわかりました。特性要因図は、特定の結果、特性と要因との関係を系統的に表したものです。はい、それは先ほど聞きました。特性要因図は、魚の骨とも言われ、問題の因果関係を整理し原因を追求するときに使う道具です。図で見ると、フィッシュボーン、ですね。品質の特性や不適合箇所などの結果とその要因との関連を表すことで、どのようなプロセスを経てその結果に至ったのか、問題の因果関係を整理し、重要と思われる要因を見つけ出し、対策を打つために使います。問題の因果関係を整理し、重要と思われる要因を見つけ出すことができるんですね。特性要因図の矢印の先端の部分、右端には、特性、結果を表すものを置き、骨の部分には、それに影響を及ぼす要因を置きます。右図の、背骨、と、特性、のところですね。大骨の部分には 4M、人、機械、設備、原材料、方法に相当するものを書くことが多いです。右図の要因、大骨、のところですね。左の図で、大骨、は 4M になっていますね。特性要因図を作成するときには、取り上げる問題に関係する人たちが集まって、ブレインストーミングを活用して自由に多くの意見を出し合い、要因を洗い出していくことが大切です。右図の要因、大骨、につながっている、中骨、小骨、の要因を、ブレインストーミング、で意見を出して、整理していくんですね。また、
特性要因図に示された要因のうちで結果に大きな影響を与えると考えられる要因を枠で囲むとわかりやすくなります。ブレインストーミングとは、創造性を開発するための集団的思考の技法の一つ。会議のメンバーが自由に意見や考えを出し合って、優れた発想を引き出す方法。ブレインストーミングは、米国のオズボーンが提唱した頭脳に嵐を起こすための方法で、略して BS ということもあります。QC サークル会合などでアイデアを出し合うときによく用いられます。通常、5から10人のメンバーが集まり、良し悪しの批判はしない、批判厳禁。自由で奔放なアイデアを歓迎、自由奔放。発言の量を求める、多数歓迎。他人のアイデアに便乗、便乗結合、という4つのルールの下で行われます。なるほど。ブレインストーミング、もわかりました。ヒストグラムは、測定値の存在する範囲をいくつかの区間に分けた場合、各区間を底辺とし、その区間に属する測定値の度数に比例する面積を持つ長方形を並べた図です。はい、それは先ほど聞きました。ヒストグラムは、棒グラフの一種ですが、図のように横軸に計量値の特性を取った度数分布のグラフ表示の一つで、中心的傾向、ばらつきの程度や測定値の分布、測定値が散らばっている様子の形を表すことができる点に特徴があります。ヒストグラムは、棒グラフの一種で、中心的傾向、ばらつきの程度の形を表すんですね。ヒストグラムは、製品の品質の状態が規格値に対して満足しているのかなどを判断するときに使います。ヒストグラムとともに、データ数 N、平均 X、標準偏差 S、最大値 X マックス、最小値 X ミニマム、範囲 R などを計算して、測定値の分布の様子を観察します。ヒストグラムとは別に統計量を計算して、測定値の分布の様子を観察するんですね。ヒストグラムを書くと、製品の品質状態などに応じて、図に示すような色々な分布の形が現れます。図のヒストグラムは、分布の形は一般型ですが、平均は規格の中心からずれていて、下限規格を超えているものがあることがわかります。確かに図のヒストグラムは、平均が規格の中心からずれて、下限規格を超えているものがあるのが見てわかりますね。ヒストグラムの形と特徴について説明します。一般型、左右対称のもの。一般的に現れる形で、中心付近が最も多く、中心から離れるに従って徐々に少なくなる。二山型、二山のもの。左右に山がある形で、平均値の異なる二つの分布が混じり合っている可能性がある。このような場合は、相別してみると良い。離れ小島系、飛び離れた山を持つもの。異なった分布からのデータが混入している場合に現れる。絶壁系、端の切れたもの。規格外れのものを除いて作成した時にできることが多い。歯抜け型、串歯型。区間の度数が交互に増減しているもの。測定のやり方に癖がある場合や区間の決め方が適切でない時に現れる。はい、よくわかりました。次は QC7 つ道具3、グラフ管理図。チェックシートに続きます。この動画はこれで終わりです。レイムでした。マリサでした。最後までありがとうございました。引用、参考文献です。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。